これ今日ちょっと作ってきました。これライトテーブル結構目いかれる、これどれが出るかわからないんです。30数年ものとかあるから。これ30年ものですわ。94年の3月31日かな。すごいですね。出ますよ。でも今ってまあトナーも変わってるんだろうけどなんていうんですか、この油性のパントンがもうない。今もパントンが作ってるかどうかわかんない。草じゃなくてなんかいいね。死んだ揮発の。パントンがこれになってトナー溶けませんよになってからやっぱりなんかにじみ具合とかがすごい違うので、こっちのじゃなくてこっちの色が欲しいわけですよ。これそろそろダメかも。普通ねこういうのに入れてないので、こうちょっと立ててとか色が見えるように皆さん整理してらっしゃると思うんですけど、ズボラなのでこんな感じです。これも好きだったんですけどなくなりましたね。なんか今こんにゃく農家が危ない、価格が急落してるらしい。じゃなくてもう値段がコロナのせいで、そうでみんな食べないのかな。なんかね作っても作る方がお金かかるって言って、で10年前何年前か忘れたけどもうこんにゃく芋を作る農家さんがすごく減ってるらしい。奥田さん YouTube やらへんのですかとか言っててわしが何を撮って流すんじゃん。なんかお笑い番組とかよく見てたけどさんまのお笑い向上委員会は見てるもうなんか中川家なんか人を傷つけない笑いっていうのがいいな。そうそう、この前誰だっけ、そう笹部さんもう何ヶ月も前だけど DJ でとかでやったそうなんですけど、そこになんと名前出てこない。すごい好きなんだけどあ、知ってる、見た。タモリの弟子だった人ってか、あ、ジョニオさんってめっちゃ意気投合したらしくってもうね、ほらもてあそばれてるジョニオさんにでジョニオ、いやもうなんかね、これもうジョニオさんの笹部愛がもうすごいなと思って、でもうなんかタモリの弟子になりたくって、もうなんか毎日のように通ってたみたいですね、ジョニオさんはね。
でもうち取らないからって言って断られたんだけど、ついてってタモさんがお寿司屋さんに入ってきて、多分ねタモさんが食べるお寿司だからそんな安くないでしょなんかで、ちょっと離れた席に座って「何しましょう」って大将に言われて、多分ジョニオさんね、タモさんの弟子だから、でいなり寿司って言ったらしくって、もう子供の時ちらし寿司とかいなり寿司とかめちゃくちゃありがたくなかったのが、もうなんかその年いくとすごいありがたい食べ物になりましたね。すごいもう食べるのが嫌いだったので、すごいありがたくない食べ物がいっぱいあったんですけど、もうお菓子だけ食べて生きてたかった。海外行ってそのなんかすごいご飯食べたいとか、そういうのが分かんない。行った先のもんでいいっていう便利な体質。なんかもう一番最近行った旅行って言ってももう20年前だけど、ニューヨーク、もちろんジャパレスとか高いし、喋ってたらどれを使いたくなったのか分かんなくなった。食べ物ありがたいからもう何でもいいと思いません？食べれたら。来て神戸にお住まいで旦那さんの妹の結婚式があるから東京に行く、会いましょうって思って会ったらめっちゃいい人たちで、最近そのあの味噌はすごくヘルシーだって聞いたんだけど作るの簡単とか、安カフェの味噌汁ぐらいなのは自分で作れるので、乾燥もあるけどちょっと栄養分とか味とか違うのってなんか細かく聞かれて、でも乾燥のまずすっごく美味しくもないけど別にね手軽ではありますわな。でももうお湯に溶かせばいいだけじゃないですか、最近だしなんだから。だからもうだし入ってないのないんじゃないかぐらいな感じで、ちょっとこれ飽きたから次のやります。そう、YouTube で英語で味噌汁の作り方解説してるURL をちょっと貼って送って、でもだしが入ってるから特に何にもしなくていいよ。なんかこれアメリカとかね、私はカナダに1年おりましたけども、普通の食べ物っていう位置づけだと思ってたんだけど、ロシアの人あんまり、でもロシア寿司屋とラーメン屋は結構あるって。
安カフェのお味噌汁って味噌汁出てくるカフェ、まあ定食とか食べれば出てくるんだろうけど、それは日本での話なのかロシアでの話なのかちょっと聞いてみようってまあお医者さんが言うんだからそうでしょって。発酵食品はまあ体にいい。ロシアの発酵食品って何ですかね。なんかね、もうまあ一応なんか、まあ、あれはヨーグルトみたいなもんだからって、で沸騰させちゃダメよって、火止めてから味噌溶かしてねって。なんかチェルノブイリの原発事故の後に結構味噌汁とか、あとシーウィード、海藻がいいって言って、なんか近辺の、それこそあれウクライナじゃなかったっけ。でそのなんか近隣のヨーロッパの国ももうスパゲティ食べたら死ぬとかさ、風評被害すごくなかったですか。放射性物質がそうそう、なんか出るとかこう解毒作用があるとかって、だからみんななんかわかめとか味噌も確かなんかそういう意味でなんか味噌汁はいいらしいみたいな、なんかそうなの、すっげえまずいけどしょうがない体のためと思って食べてたのかなヨーロッパの人。かわいそう、かわいそうというか、でもまあまあ海藻はカロリーないし体にはいいでしょう。あんまり味噌好きじゃないっていうか料理に使わないですね。うちの母親があんま味噌汁作らない人だったから、隠してるっていうかもうすっごい過去の出来事になっちゃってるのかな。あれで戦争が起きるんじゃないかなって、当時まだ高校生ぐらいだったかな。ガンマ線ガンマ線ガンマ線太陽か。ガンマ線ですガンマ線ガンマ線って何人だっけな。ガンマ線別にそんなこだわらない。よっぽど変なものが入ってない限りは食べますね。チャッピーさんたちが拒んでるのはもしかしたらチャッピーさんちめっちゃ汚いかもしれない。奥団地すごいぞって言って、あでも多分これもうあんたしっかりしなはれ。で昔持ってたのはなんか昔って分厚かったよ。で蛍光灯でピカピカンついて、でもこれ LED かなんかなんでしょうね。で点々で点々と思ったけど、ちゃんと紙を引けば点々じゃなくなるっていう、素晴らしい。低い電線があって、そこに何かいるって獣が、なんじゃろうと思って見たら、あれちょっとイタチでもないしなって、猫じゃない、ネズミにしては尻尾太い、あハクビシンか、これがハクビシンかって。でハクビシンのハクって白なのかなって、ここ白かった、うん、
だからハクビシン。前のアパートの時はね電線、でっかいネズミが伝ってって言ってた。上って何が共存しよう。この間セミとハエの話しかしなかったでしたっけ。しなかったですね。ああ、哺乳類の話はしてない。本当はヤギ。あ、ヤギか、ヤギ。そうヤギね、ヤギかっくん。もう何十年前の話だからヤギももう天に召されて、井の頭公園にもヤギいるんですけど触れ合えない、あれ一緒の色違う、変えたのにあんま変わってない。これも一緒か、4号目。また違うね。なんかここ触ってないのになんか反応しよる。なんか私は制作過程においてとかこういうものをテーマにとかそういう話がふさわしいのかな。それ言っちゃうとあれだね。他に今扱ってる人いっぱいいるからちょっとカットいや入れてもいいけどカットって私が言ってるところが入ればいい。でも私の場合は逃げですよ、完璧に。ちゃんと昔は水彩とか、高校時代だけだけど油絵とか面倒くさい画材も使ってました。すごいよ私。いや子供の頃はしょうがないっていうか、やっぱり一番上の子って神経質に親が育てれるから子供も神経質になって、で寝しょんぶん癖があるのはやっぱり一番上の子が多いって言って、で小学校の時全学年で、やったし、なぜか中学生の時もやって、高校生の時もなんかよくわかんないけど寝処分して、でもうさすがにって思ってたけど20代30代でもやって、そんな頻繁じゃないよ、でも50代でもしました1回。何の告白ですか。いやでも寝ぐそはしたことないですね。トイレ探してるよね、夢の中で。そうあれトイレ探して、でもものすごいしづらいトイレだったらちゃんと目が覚めてちゃんとトイレ行ってあってすごい匂いで、トイレできちゃうんですね、夢の中で。できた時はもうしてます。布団の上に放尿してますよ。すごい4畳半この部屋ぐらいあって真ん中に便器があって誰か人がいるとかそういう状況とかだとあらってこのトイレはって。
あ、寝小便しました。吉住氏も。したことない。したことないんだ。あら、つまらないとこです。本当だよ本当だよとか言う。いや、寝ぐそももちろんないよね。してみようかな。一時精神状態と薬が体に合ってなかったので、なんかちょっと変な時間に便意が来ることがあって、本当ちょっと先生に相談しました。ちょっと寝ぐそしそうです、怖いですとか言って。モナカとモーのマスカットと練乳アイスとどれがいい？ SDGs のためにスプーンもらわない主義です。はい。もらっときゃいいなんで？なんで？したジムイスの、ザ昔のもっといい機能、ほんと古い机もあって、それも欲しかったんだけど、どこに置くんじゃみたいな。ここ絶対座んないですよね。片付けたら座ります。僕の戦争、私の戦争っていう、だから特に戦争の絵を描かなくていいけど、っていうので、でもちょっとその時精神的にめちゃくちゃショックなことがあって、その不幸の中っていうか悲しみの中でもうこういうのをやっぱり描こうって思って、でグラファイトでちょっと下絵みたいなもの、落書きっぽいのがあったから、それ見ながらと思って描いたらめちゃくちゃ怖い絵が描けてしまって、これいかんと思って。思いのほか怖かったってこいや戦争の怖さとかじゃなくって、私こんな怖いヤギを描くつもりなくて、またヤギかよって。でだからもうやめて、やっぱこういうのを撮ってた、作品にしようと思って作ってたのがあったんですよ。ただ薄いからちょっとなーって思って、保留にしといたんですけど、もうちょっともう書いても怖いから、ちょっともうちょっとやめとこうと思って、その薄いのを薄く塗って持ってって額にしたらちゃんとした絵になりました。よかった。個展は2020年に大阪とその続きを番狂わせでやって、そっから何もやってないですね。これあとね23回かかるとこれ34枚書くのにちまちまで、途中で失敗することもありますからね。でもう一回最初からとか。なんか日本画の人とかすごいですよね。昔の人とかそんなにちゃんとした道具もなかったっていうか、道具はあったんでしょうけど、
そうですな、チャッピーさんこのオバキューとかをどうやって描いたのかなっていうのが気になるね。そもそもその偶然というギャラリーを知ったのはチャッピーさんと誰かさんの二人展で行ったんですわ。うん。で矢野さんともなんか面識があったらしいんだけどすぐに顔を忘れる名前忘れるっていうそういう人間なので、でもまあ最近行ってない、見に行きたいと思ってもなんか行けてない。言うたらそれ言うたらもういろんなとこに不義理してます。暑いんだもんだって。障害者雇用のその就労支援をハローワークなんかまあ出張で中野区に来てて、就労支援を受けてるんですが引っかかりません。やっぱババアだからだとかこいつ変っていうのを嗅ぎ取られてるのかどっちか上げてるっていう形だと思うんですが、まあそっからもね一応いろいろ応募してみたんですけどやっぱババアいらねえみたいな感じなんじゃないですかね。やっぱ若い方がいいしね。いつだったか忘れたけど明らかにもう75、6歳なわけですよ。で前に綺麗なお姉ちゃんが座っててもう面接だったんですよね。ちらっと話聞いてたら。でそのね老紳士は前も介護施設で働いてて、まあ、そこ辞めたか、まあ、お給料がいいからそっち行くかどっちか分かんないですけど、いろいろ聞かれて、で老人がそこまでして働かなきゃいけないんだって、まあ、前から思ってたけど、私ら子供の時っておじいちゃんおばあちゃんってお金持ってるっていうイメージが。いやまあ父方は持ってるって感じじゃなかったなんかね。でも、だからもうそうおじいちゃんの介護をおじいちゃんがするんだと思ってなんか切なくなったなってでまあまだ働けるから働きたいとかだったらね別ですけど、私もなんか多分姪っ子とか甥っ子とかに迷惑かけるだろうから仮装するぐらいの金は残しとかなきゃな。葬式はいらねえ。ネタがないねあんまりね私なんかそんななんかあるけどすごい聞いたら人が引くようなネタしかない。いやだいやその一匹二匹じゃなくってやっぱりすごい全体を覆ってたよね銀杯が犬のうんこの犬のうんこ
にたかりすぎてもう銀映えで近づいてたら近づいてくとこう銀映えがバーって逃げてうんこだったみたいなのがあったよね昔。なかった？なかった。